はい、それでは今日はこれです。春のマスクメロン栽培4種類のメロン栽培をやっていきたいと思います。今日は4月の9日。前回は4月の4日に定食して、もう活着したと思われます。かなり木が強い。すっげえ木が強い。これがアールスロイヤル。いいね。いい感じで、すっごい木ができてる。できすぎなぐらいできてるな。春だな。あまりできすぎるのも良くないんだけど、まあちょっと強いのを弱めるっていうのもなかなか難しいんだよね。ちょっとだから水を効かせるというか、もう生産に入りましょうか。でこれがベルダ消化系。見た感じまだ全然変わんないよね。ほぼまだちょっとこっちの方が木がこじんまりしてるのかな、葉っぱとかが。ここまでで、ここからがみやび夏。結構もうここいらがさ、芯がなかなか出てこないからさ、結構木が強いってことだよ。これはここまで。そしてこっちが僕んちのいつものメロンです。すっげえ木が強い。いいっていうか、ちょっと強くなりすぎな気がするな。どうしよう。木を素直に持っていくってなると、今度野音を高める。でもまだそこまでしなくてもいいかな。とりあえずこれで明日水切ってみて、明日しおれなかったらここからもう生産に入っていこうと思います。しっかり活着ってさ、多分植えたやつと今並べて見せたいと思うんですけど、これちょっと取って、画角としてはどっちかに寄せて、で逆に植えた時の写真を、もうこれ3枚、この葉っぱがちっちゃいぐらいかなで植えて、こっちとこっちがもう出てきて、こういう葉っぱが下の葉より活着してから大きくなる葉っぱが大きくなって、色が何しろすごく緑になってきたから、もうこれは活着したと言っていいと思います。ただちょっと木が強すぎる。心配だな。すげえ久しぶりだな。やっぱり春だな。何をしたわけでもないのにどんどん木ができてくる。やっぱり1ヶ月苗、だいたい29日苗だか30日苗で、ちょっと大きめのうちとしては大きめの苗を植えたんですけど、すごく強い木になってる。やっぱり太陽か。この秋冬はさ、この木を作るためにすっげえ苦労して作ってたんだけど、もうこれ黙ってても木ができてくるから、明日一回とりあえず打診で水を切って、しおれづらくようだったらそのまんま何日か水切っちゃって生産にする。で一回ちょっと危機感を持たせるっていうか、このままだと木が強いっていうことは栄養成長が、木を育てる成長がすごく強く傾いてるので、一度やっぱり飢餓感やばい、もう枯れちゃうから子孫を残さなきゃいけないっていうふうにメロンに危機感を持ってもらって、子孫を残すため、次の実をつけるための成長に切り替わってもらわないと、下手すると結果子が雄花で雌花がつかなくなったりするから、これはちょっとやってこないといけないね。そして地温35度だよ。ほら、結構地温あんな。確かにあったかい。そしてここは何度も言いますけど、こいつがいます。ファーモ。ここの環境モニターをしているので、興味がある人はまたここいらにファーモの動画のリンク、僕の動画のリンクを貼っとくので、ちょっと見てもらって、アプリを入れてもらえれば、ここの温室の栽培している5分ごとの地温とか気温、
あとは水分量、あと湿度などが5分ごとのやつが過去からモニターできるようになってるので、もう数件ID 教えてくださいっていう人が来たので教えました。そしたらみんなメールで楽しい機会ですねっつって観察していきたいと思いますって言ってくれてるので、ちょっと人の栽培のなんつうのかな、そういうのを見るのも面白いと思うから、もし春植物をこうやって作るなんつうのかな、参考にしてもらえれば、うまくいくとは限らない、僕がうまくいくとは限らないけど、参考にしてもらえると楽しいんじゃないかなと思います。詳細に見ていくとね、このやっぱりね、みやびの夏系の葉っぱはすごく大きくて、でベルダのこの初夏系っていうやつはちょっと木がなんつうのかな、こじんまりと葉っぱがあまり大きくならない。ロイヤルもどっちかといえば木が葉っぱの広がりがいい感じがする。あとはだからこれをすごいね、やっぱりここがほら春だからさ、この節がさすごく強くできてる。これはもう全体的にそうだね、品種とかじゃなくて、でもほらこれがここまでがロイヤルでこんな感じだけど、ベルダの方がちょっとこう伸び気味なのかな。そして葉っぱがそこまで広がりがない。うちのやつはこんな感じ。すげえ強え、木が強え。特に肥料をたくさん窒素分入れたわけでもないんだけど、木がすげえな。次何日か後にどうなっていくか分かんねえんだけど、ということで朝をちょっとなんつうの、窓を開けるのとかを遅めに管理して、もうちょっとシュッと伸びてくれるような管理にしていこうかなと思います。なんかこのまんまの木でいくとすげえ心配。でもないか、まださすがについてるのはついてるな。多分ヤオンはきっちり下がってるから、多分これからちゃんとに管理していって、苗のうちにもうそこの結果子つけたいところの分は分化してると思うので、これでちょっと少し心配はあるんですけど、ちょっと様子見でここから結果子先12345 6、ここが6枚目だから10枚目ぐらいでこのやつが脇芽が見えてきたら、また次の機会に観察したいと思います。次は多分生産を終わる時の動画になると思うので、また見てみてください。はい、今日は活着したっていう動画でした。はい。